戦いの中で覚えるんだよ。いつもそうやってきたんだよ。やだ来んな、帰れなくなるお家にニコニコリバソル調査隊ニコニコということでございましてね、始まりました。皆さん大好きリバソル調査隊始まりましたけど、バナナね、ここねちょっと枯れてるんですよ。皆さんあれですよ、バナナこういう風に房になってるじゃないですか。あれブチって切ったらここのところにね、ラップとか巻いてくんですよ。そうするとね、傷みづらくなるんですよ。なんでそれちゃんとやってください。それが分かってないスタッフがこういう風にしたんですよね。この番組はですね、2025年3月、21日ね、21日に全世界発売予定のブリーチリバースオブソウルズ、どんなゲームなのかを調査するという体の俺がみんなよりも先に、リバソルを楽しんで全世界の人を羨ましがらせる、そういう番組なんです。つまり自慢ですよ。ってなわけで、まずはですね、毎週月曜日にですね、新しいキャラクターの PV を流しておりますが、今回はどのキャラクターが来ましたか、先生。はい、ノイトラージルガーが。あー、なるほど。はい。あれ、まあいきなりアランカル。いいな。おー、かっこええ。エフェクトかっこええ。おー。てってってててなるほど。毎回これでキャラクター、どんなキャラクターですか聞きますけど、ちょっと僕の予想からいきましょう。はい。ノイトラジルカ。攻撃力は相当強いと僕は思います。これはですね、もう攻撃をするだけでも防御の代わりになってるぐらいの、攻撃力すなわち防御力、防御力すなわち攻撃力ぐらいな、とはいえバランスがあるので、このキャラクターの操作が結構難しく設定されている。どうだ？ほぼ正解になります。ほぼ正解何を間違ったんだ俺は。そうですね。おっしゃっていただいている通り、攻撃力と防御力非常に長けているキャラクターに、はい、なっております。ただ、スピードはそこまで高くないんですけど。スピードね。はい。というか、前回も、非常にこう、ガードの重要さっていうところを認識していただいたと思うんですけど、ノイトラ、ガード不能攻撃を多彩に持っているので、ガード、貫通されるっていう技になってます。え？はい。何言ってんの？ガードを貫通するということですね。つまり。待て。今俺は一生懸命ガードを勉強してるんですよ。はい。ね、攻撃よりも今ガードを学んでる時なのに。いや、もう大事です。大事でしょ？大事です。それを無効化されたら俺はどうすればいいの？もう食らうしかないです。なんじゃそれ。ということでございまして、前回に引き続きストーリーモードをプレイしていこうと思うんですよ。ね。前回は死神代行編をプレイしました。チャドとね、一緒に、柴田のお話ね、もありましたし、その後、ルキアがソウルソサエティに連れてかれちゃうという、悲しいお話があった後に、なんと感動的なかっこいいオープニングを見たというところまでなんですよね。うん。このバナナいいね。俺、ちょっと固めのバナナが好きなんですよ。ちょうどいい。美味しい。ということで、今回、ソウルソサエティ編でしょ？全部っていうわけにもいかないので、白いちご戦をプレイしていただけないかなと。白いちご戦？はい。なんで白いちごって誰がやってんの？声。そうですね。すごい有名な声優の方がやっていらっしゃるっていうのは伺ってるんですけど。俺だよ。あじゃねえよ。内なる森田さんと戦っていただいて。わかりました。はい。白いちご戦。なんと皆さん、世界初、森田対森田をご覧いただきたいと思います。さあ、ということでございまして、その気になる白いちご戦のストーリーのタイトルですね。内なる対はもう一人の己と。なんでしょうね。すでに俺に響いてますね。このタイトル。原発に全く歯が立たず致命傷を負ったイチゴ。しかし残月によってイチゴは再び内なる世界へと導かれていく。そこに現れたのは白い肌と白い髪、そして白い紫伯章をまとったもう一人の森田。
でございまして、内なる世界に行くということで、まあこれはね、ここまでのね、配信でも僕がすごく気になっていた、これ背景ね、僕気になってすごく好きなんですけど、この新しい異世界のね、形の背景、そこにもちょっと注目しながら行きたいと思います。それではポチッとな。はい。俺のことを切れたやつも、戦いの最中に鈴の音を聞けたやつも、久しぶりだったのによ。姉妹か。すまんねえな。この時の頭すごい。死にたくねえ、死にたくねえ、死にたくねえ。こんなとこで死んでられっかよ。そうなんです。まだ死ぬわけにはいかねえんだ。動け、動けよ体、止まれよチー。俺をもう一度戦わせてくれ。俺はルキアを助けなきゃいけねえんだ。この間からずっと倒れてばっかりだ。あ、来た。戦いたいか、残月が来た。勝ちたいか、それとも生きたいか。はい。どれだ。勝ちたい。聞こえんな。戦うだけじゃ意味がねえ。生き残るだけじゃ意味がねえんだ。勝ちたい。勝ちたい。いいだろう。ならば連れて行ってやる。どうなる。おお。ここは浦原さんとの修行できた場所と同じ。見ろ、あれだけの戦いの中にあってもお前の内なる世界は微動だにしていない。どうやらお前は少しばかり強くなったようだ。おわっと、危ねえな。抜き身の刀投げるやつがあるかよ。持っていろ、お前の刀だ。いやー、ちっちゃい。だってこれおっさん残月じゃな。朝打ち五帝13体に入れぬ下級死神の持つ名もなき残白刀だ。いや、だから俺の残白刀は残月。残月というのはお前が先ほど敵におられたこれのことか。これはお前には渡せない。のけ。なんだよお前。なんだはねえだろ相棒。これからお前が私を持つに足るものかどうか試す。もう一度私を手にしたくば自分の手で奪い取ってみせろ。どうなんの。敵はお前自身だ。本当に響くね。奪い取るねえ。いいじゃねえか。ぜひそうしろ。お前にそれができんだろうな相棒。白いちごやるときほんと気持ちいいんですよ。抑圧されたものが全てね、解放される感じなんですよね。さあ、ということでございまして、操作キャラクターは黒崎一子。じゃあこのままいっていいですか。はい、バトルスタートを押していただいて。バトルスタートですね。よいしょ。ボン。さあ、どうなる。どういう風に描かれる。リバーサル、何を見せてくれる。おっと、そういうことか。あいつ言うてだからさ、イチゴ対イチゴなわけでさ、こいつもさ動きが速えんだよな。あいつ俺よりも防御がうめえ。なんだよクソ。入れねえ。ダメかちょっと待ってくれよ。あいつ防御朝打ちなんだよ。何これやめて。ちょっと待ってくれ。いやちょいダメだ、全然入んない。どうすればいいんだ。分かった受けきれねえ。すげえ。あれちょっと待って。残月ってこんなすげえ刀だったのかよ。そういうこと。やつで大気が焼き切れそうだ。化け物じゃねえか。やべえ。なんだこれ、どうすればいい。
相手がこうガードをしてくる場合には R1 の崩してとかを使っていただくと。戦いの中で覚えるんだよ。いつもそうやってしたんだよ。やべマジかやったさあ皆さん、白いちごのアクションをお楽しみください。マジかよマジかよ、ちょっと待ってくれこれ。ちょっとそういうことか。うわー、ちょっと何これ、リバーサル調整隊全然緩くねえじゃん。今のところは R2 長押しで引き込む技が出せますね。何いやー、ちょっと待って、もう今お前テンパってる。よし、そういうことっすよ。朝打ちでよし、いいぞ。やべっしゃ折れたい俺。やべ、これがまずい。先にやっちゃダメだとはいえ、そう入られた。よし、でもやべ、くそ負けた。くそ。いやちょっと待って、結構ちょっと待って、どうやって戦っていいか分かんない。とりあえず一回負けたね。まあ今ので大体分かったかなと。負けたね分かったな。負けたね。今私やっぱし1戦目は負けました。つまり自分に負けました。ちょっと待ってくださいね。整理しよう。とりあえず防御をして感激を塗って叩き込むしかないというとこですね。今まで覚えたことをしっかりやろう。これだ。ここに入り込まれるとまずい。やばい、ここで追撃するとまずい。なんだよ、これが崩しが来んのか。やっぱそれが食らうな。残月ってこんなすげえ刀だったのかよ。本当ですよ、今そう思ってますよ僕も。大気が焼き切れそうだ。化け物じゃねえか。やだ。もう。はいバナナこうさてとさあ行こう。切ってくれ。朝打ちでなんだ。でもこれでタイブレイクになるんですよ。でこっからなのよこれは今日は帰れると思うなよ。あれ、くそ。よっしゃ。そこにマジか。やだ来んな。やべえ、また負けそうだな。やだな、帰れなくなるお家にやだ。そこ長押しです。はい。いや、いいですね。よしやったんじゃねえの。やりました。勝ちました。勝ったよね。魔法が拍手もっと拍手素晴らしい。勝ったよ。分かったよ。
なんとか分かった。分かったよ。やったね。やった。よかった。俺ちょっとドラッグ食うわ。勝ちました。勝った。そうだ。確かに俺は残月のおっさんを理解しようなんてしてなかった。残白刀残白は道刀は道具具じゃない。じゃない。みんなそれぞれ名前を持って生きてるんだ。それなのにふざけんじゃねえ。ザラキケンパチと同じじゃねえか。俺も、はい、俺だって名前を知ってるだけで残月のおっさんのことを何一つ分かっちゃいねえ。これじゃ名前なんてないのと同じだ。はい、残白刀の名前にすら興味を示さねえあいつと何も変わらねえ。知りたい。さあ終わりにするぜ。嘘でしょ。見せてやるよ。残月を使いこなすってのがどういうことか。死ぬまでこいつを使いこなせねえお前になら。教えてくれないか、残月のおっさん。少しずつでいい。あんたのことを俺に知りたいんだ。俺に力を貸してくれるあんたのこと。うん。だから教えてくれ。そしてもう一度あんたと一緒に戦わせてくれ、おっさん。お、戻ってきたよ。俺にチャンスをくれるのか。ありがとうおっさん。言ったか。やれやれ、これでいいんだろう。ああ、わざわざすまなかったな。気にすんな。あんなやつでもこの世界の王だからな。勝ってもらわなきゃ困る。そのための手伝いなら嫌でもするさ。さあ、用は済んだらとっとと俺を帰らせてくれ。あいつ強いぜ、残月さん。大事に育ててやんな。いずれ俺のものになる力なんだからな。イチゴ、私は雨が嫌いだ。この世界にも雨は降る。お前が心を乱せば空は曇り、お前が悲しめばいともたやすく雨は降る。ザーザーぶりでした。私はそれがたまらない。お前にもわかるだろうか、孤独なこの世界で雨に打たれることの恐ろしさが。その雨を止めるためなら私はお前にどんな力も貸そう。私を信じてくれたなら私はこの世界にどんな雨も降らせはしない。信じよう。お前は一人で戦ってはいない。イチゴ。確かにスタッフさんに長押ししろっていう風に言われたので一人では戦っていない、今でも分かりましたよ。残月って大事だな。朝打ちきつい朝打ちきついよ。短いでもね、追体験したね。なんか実際にイチゴってこうやって強くなってったんだなということを改めて自分でイチゴを動かすことによって、こういう修行をしてたのかっていうのが分かったのは、とても僕は新しかったですね、感覚としては。本当にストーリーだけサクサクと進めたかったら、カジュアルってちょっと下の段階の難易度もあったりするんですけど、今回森田さんはそこじゃなくて通常の難易度で乗り越えていただいたので非常にありがたかったです。カジュアルでええやん。で、そこはやっぱり、イチゴみたいにこう乗り越えていただいたっていうのがすごいありがたいです。ちょっと待って、俺が乗り越えるのは、この配信の撮影を無事に終わらせて家に帰ることなのね。なんでそこにもう一個乗っけてきてるのということでございまして、イチゴは、ケンパチに倒されまして、それで強くなるためにというか、内なる世界に入っていった。そこまでは皆さんご覧いただいたと思います。で、忘れちゃいけない、背景ですね。
内なる世界、ビルがボーンとあるんですが、縦になってんのか横になってんのか、果たして自分が縦なのか横なのかわからない、もう異様な空間の中で戦いが行われましたけども、ビルのね、そのディティールとかもすごく細かくて、ガラスが割れたりとか、いうような、エフェクトもありました。これは素晴らしかったですね。ああいうところもやっぱし一番押さえておきたいところかなと思いますが、ここで内なる世界で私もう一回残月を取り戻しまして、この後はケンパチ戦ということになります。ところがですよ、ケンパチもっと強いんですよ。さあ、僕がこれから何回でケンパチを、超えられるのかというところに、これからスタッフ、そしてこれをご覧の視聴者の皆さんに、延々と付き合ってもらおうというふうに思ったんですが、どうもスタッフの中からそういう無謀なことはしないのかと。一生終わんねえじゃねえかということなんで、なんかここはスタッフがやるんでしょ？そうですね。僕の方でちょっとプレイさせていただきつつ、アクションの解説を踏まえながら、はい、見ていただければなと思ってます。プレイをしながらアクションの解説までする。はい。いいよね。だからさ、開発者だからさ、コソ練できんじゃん。はい。コソ練の成果を。コソ練の成果を。はい。じゃあ見せてもらおうじゃないか。イケメンが見せてくれますので、ぜひ皆さん一緒にご覧ください。今回は見てるだけなので、森田はバナナを食いながら、ちょっと見せてもらおうか。操作変えていいですか？何の設定変えたの？カジュアルモードにしたの？いえ。逆にちょっと細かい操作がいろいろできるように。カジュアルモードにしたら本当にもう反省会だよ。むしろ操作難易度ちょっと上げてます。なんだよそれ、そういういやらしいな。もうイケメンってそういうことするよね。感じ悪い。まあいいよ、ちょっと見せてもらおうじゃないか。すいません。お。うん。なんだ、一度は消えかけたこいつの白道が、また、そしてこの冷圧、出血が収まってきてやがる。ここまで冷圧上げたのは俺だからね。押し負ける。おう。悪いけど時間はかけてられねえ。一気に型をつけさせてもらうぜ。一気に型をつけるだとそいつは困るな。せっかくここまで楽しくなってきたのにや。できるだけ長引かせていこうぜおい。たまんねえな。てめえがなぜ復活できたのか。なるほど。なぜ急激に強くなったのか。入った瞬間にも気にうなることは山ほどあるが、とりあえず今はどうでもいい。今はなんだこれ。この戦いを楽しもうぜ。防具もうまい。何これ。すげえな。なんだろう、1号がやられるのは嫌なのだが、切られてるのを見るとイエーイって思う。だが、おー、そう、何？あれ？お？はい。リバースアクション。ここでリバースアクションの説明が初めて L2、ストーリー中で出てま L1 す。はい。プラス四角下押し下で発動するリバースアクションはキャラクターの能力を一定時間強化するアクションです。リバースゲージを2ゲージ以上消費することで発動することができます。はい、リバースアクション3つあるんですけれども、1号の場合は1種類なので、ここぞの場面で発動しておけば1号が強化されるっていうことだけ覚えていただければ大丈夫かなと思います。見せてもらいましょう。はい。おお、強くなった。何この俺に力を貸してくれ。この状態だと残月が力を貸してくれます。ちょっとよくそれ防御できるんだよ。それタイミング合わせてんのか。楽しめよ。死
ケンパチは割と振りかぶった時に攻撃してくるのが分かるんで、そのタイミングでこうガード入れるとかっていうところを2日間ぐらいそれだけ練習してました。マジか。そんな細かいとこまでこそ練してんのか。ずりーな。やばい、こっち1個も減ってないじゃん。すげえ、あと1回。あ、うまい。そう、それ春歩でそうしたい。それかっこいい。そうですね、後ろ取りたい。使えると、あ、ケンパチが今覚醒してきました。あら。あ、出た。ここからのケンパチ攻撃力えげつないので、マジで？はい、ちょっと食らうともう一気に持ってかれちゃうんですよね。本当？あ、やばい。なんだこれ？こいつは技術開発局の連中に作らせた霊力を無限に食らい続ける化け物だ。やば。今までこいつに食わせてた分の霊圧なのでもう食らわないように立ち回るっていうところが大事になってきます。それだけのことだ。やばいね。おお、どうなんの？おお、よしよしよし。おお、よく入ったね。いった？はい、これで2削れるので勝利ですね。ありがとうございます。こそれの成果が。悔しいが認めよう。ありがとうございます。いいね。何が悪いみんなだ。てめえの勝ちだ。バカ野郎。おい。ほう。ありがとう。イッチーのおかげでケンちゃんは楽しく戦えたよ。やちるだ。あんなに楽しそうなケンちゃんを見たのは久しぶりでした。本当にありがとう。ちょっと恐ろしい野獣の力持ち。イッチー、できれば死なないでね。そしてできればまたケンちゃんと遊んであげて。お願い。うん。すまぬ一応少し遅れた。お、派手にやられたの猫一さん。じゃがザラキケンパチが相手では仕方ない。相言っただけでも大主君じゃ。案ずるな。わしがお主を知らせはせん。うん。猫一さん。あいつは知らない。多分死んでないよ。そりゃよかった。これでまた借りが返せるってもんだ。うん。借りなんてないよ。あるさ。負けたんだ。ケンちゃんは負けてないよ。バカ野郎。なんて顔してんだ。だって負けてないもん。うん。イッチ言ってたよ。俺は満月と2人で戦ってるって。2対1だもん。ケンちゃんの勝ちだよ。そんな笑い方しない。残白党と共に戦うか。ヤチル、俺がお前に名前を付けた時のことを覚えてるか。ほう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 。当たり前じゃん。飛んでたクマの数まで覚えてるよ。うん、重要なシーンですね、これね。俺もだ。ケンちゃん、黙ってろ。長いこと忘れてたぜ。名前のない苦痛ってやつをな。他の連中が名前で呼ばれるのに自分にはそれがない。それがどんな気分か、
ヤチル、俺がただ一人こうありたいと願う人の名だ。お前にやる。俺はケンパチ、代々最も強い死神に与えられる名だ。俺は今日からその名を名乗る。ずいぶん長いこと待たせちまったな。なあ、お前は何を今更と思うかもしれねえが、今からでも俺に教えちゃくれねえか、お前の名を。やっぱりダメか。ちくしょう、強くなりてえな。戦う相手が見つかったんだ。俺はまだ強くなれるんだ。戦いてえ、強くなりてえよ。久しぶりなんだ、こんな気分は。強くなりてえ。これがね、ケンちゃん、千年決戦編までいかないと私知ってる。解決しないんですよね。強いのはケンちゃんだもん。そう、あの日からずっとあなたは私の世界のすべてだから、もっともっと強くなろうよ、二人で。音が止んだ。すごいね、消えた。ドラマのボリュームが。死んだのは誰だ。わからぬ。石器石の乱反射で冷圧の痕跡が書き消えていく。なぜだ。私のために流れる血などあっていいはずがない。私は本当に血を流してまで救う価値のあるものなのか。教えてくれ、海援殿。すごい戦いだったけれど、その後のドラマがものすごくこう重厚だったから、さっきのイケメンの戦い謎いや、ちょっとでも戦い方すごいな、かっこいいな。そこで一つ相談なんだけどさ、はい。今あなたがやったプレイあるじゃん。はい。あれ俺がやったことにしないてなわけで、今回はストーリーモードでソウルソサイティ編ね、やりましたね。見たんですけれど、これどこまで描いていくんですか？先ほどクリアしていただいた画面をちょっと見ていただくんですけど、これが大分さんがやられた、白いちご戦で、ここはケンパチ戦なんですけど、あのぐらいのボリュームだったりっていうのが、例えばその前とかでいうとこんな感じで、なんだこれ？はい。なんだこれ？すげえあるっていうのになってますね。はい。こんなに？そうなんです。これソウルソサイティ第2章？第2章です。第2章でこれだけあんの？はい。この章はかなりボリュームがあります。うわ、これストーリーモード終わらせるだけでも相当大変っすな、これ。はい。ここも含めてこの後にバイザード編だったりとか、3章4章5章っていうところも含めて、メインストーリーだけなんですけど、今で言うと130ぐらい。うわ、なるほどね。すごいな。でもこれだけメインストーリーが緻密に描かれてるわけなので、戦うキャラクターたちもすごく限られてくると思うんですけれども、はい、その辺はどのように？今回シークレットストーリーというものが、はい、準備されていますので、こちらは楽しんでいただくと、メインで追いつつ、その裏側でそのキャラクターたちが、このメインストーリーで裏で何をしていたかだったりとか、どんな気持ちだったかみたいなところを今回このゲームなりに描かせていただいたっていうものが、ちゃんと一応バトルも含めて準備されています。バトルも含めて、はい、シークレットモードが。はい。ほうほうほう。結構ある？そうですね。各キャラごとにもちろん1話とか2話とかっていうぐらいのではなくて、だいたい3話ぐらいかは、はい、準備されているので、かなり、そこも楽しんでいただけるかなというふうに思います。もうシークレットではないぐらいのメインストーリーではないかっていうぐらいのボリュームだねってことだね。もちろんメインストーリーがまずメインであるんですけれども、それと同じぐらいちゃんと楽しめるようなものっていうのを一応準備は、はい、させていただいてます。大ボリュームだね。ストーリーモードかなり力入ってます。やっば。皆さん、これはかなり気合を入れて、しっかりと取り組んでいかないとなかなかリバソル、終わることができないという魔性な作品になっていることが判明いたしました。いや、ということで、じゃあ次回は
ちょっとどういうものなのかっていうのを見ていただいた方がいいかなと思うので、ぜひ森田さんにシークレットはちょっと遊んでいただければなと。そうですか。はい。次回ね。次回。また引っ張るの。はい。ということなんで、きっちり、このリバソル調査隊で調査をしたいと思います。ありがとうございます。というわけでございまして、残念ながら今回はここまででございます。今回の配信、いかがでしたでしょうか？なんだろうな。やっぱり戦い方考えなきゃいけないな。防御はちょっと、できたのと、あと、今回の俺の中での収穫はバックステップで、ちょっと見切って避けたっていうのは、なんか俺的に成長があったなと思ったのね。嘘だ、全然思ってない。次回の配信は2月27日頃配信予定でございます。お楽しみにしていてください。以上、黒崎直訳森田正和でした。それでは